さて今日で4日目に入りました。三日坊主という言葉がありますけれども、今日動画を見ている方は3日続きましたね。私もしっかり頑張ります。それでは、今日は駒の動き2ということなんですけれども、この玉の動きの説明をした時に周り全部動けるというお話をしました。で、周り全部が動けるのですが、動けるところに自分の駒がいる場合どうなるんでしょうか。将棋はこう駒の上に駒が乗っかることはないので、ここに動くことはできません。ですのでこの場合はこのように玉が動くことになります。では同じように銀の動きでやってみましょう。例えば銀がここにいるときはどうなるでしょうか。銀はこのように後ろに斜め後ろに行きました。そして前3つに行けるのですが、ここには駒がいるので、自分の駒がいるので動けません。今日は自分の駒がいるマス目には動けないというのを覚えてください。それではこの金と銀がこのように、並んでいるときはそれぞれの動きはどのようになるか考えてみましょう。まずこの金の動きは前3つですが、ここに銀がいるので動けませんね。そして横と、下になります。ではこの銀はどのようになるかと言いますと、前3つは変わりませんね。はい。そして斜め後ろに動けるのですが、ここは自分の金がいるので動けません。このように金と銀が置いてあるときは、自分の駒がいるところは動けないので、このような形になります。3つの例。対局を始めるときはお願いしますと一礼をしてから始めます。対局が終わり負けてしまったときは負けましたと言って右手を駒台に置いて投了します。最後に駒を片付けて駒箱を中央に置いてから一礼をし、ありがとうございましたと言って終わります。このように礼儀作法をきちんとして対局をすると気持ちよく対局ができますね。